段階の産業まとめ。韓国ワクチン確保ほぼほぼ完了。矛盾が生じた先日の会見。ワクチン予算、足りてない？韓国政府は新型コロナワクチンの1000万人分を、COVAX ファシリティを通じて確保し、残り2000万人分も確保できる見通しと明らかにしました。2000万人分については交渉が最終段階であり、近いうちに発表できるだろうとしています。COVAX とは各国が資金を拠出して平等にワクチンが行き渡るよう、WHO や国際機関ガビが主導しているもので、186の国と地域が参加しています。ちなみにこの枠組みに米国、ロシア、中国は参加しておらず、独自のワクチン供給網で供給していくということです。韓国はつい先日までワクチン確保量がゼロであるとしていましたが、ここに来て急転直下の展開となりました。その時の言い訳として、初期のワクチンの効果や危険性を主張していましたが、一転してそれを否定する形となりました。この批判をかわすためか、ワクチン開発動向を綿密に把握し、不確実性を考慮して追加方策を検討するとしています。一部メディアではワクチン価格が下がるのを待っているためと報じられましたが、そういうことでもなかったようです。ただ、韓国のワクチン確保予算は1700億ウォン、約150億円で、そのうち半分をCOVAXからの供給に充てたとされています。残り2000万人分を安価とされているアストラゼネカから購入したとしても予算をオーバーするため、国内企業に期待をかけているようです。編集書簡。今回の概要。韓国少額拠出で大量購入。全員分確保しないの？予算不足解消の切り札。ついこの前は、ワクチン確保量ゼロだったことがバレて、いろいろと言い訳をして取り繕っていましたが、一転してワクチン確保の発表。そのうち確定したとされているのはCOVAXという協同組合みたいなところからの供給で、価格は1人当たり800円程度のようですね。ここに韓国が資金をどの程度拠出したかはわかりませんが、日本はかなりの大金を提供したはずです。あった。日本は1億6500万ドル、約172億円を拠出したそうです。全体で約20億ドル集まったとのことですが、まだまだ足りないそうです。目標が20億人分の供給とのことですからね。全然足りないという話ですね。まあ、お金のある米国や中国が参加してませんから。韓国は1000万ドル、約10億円ということですね。GDP10 位くらいの国がこれっぽっちとはね。それで1000万人分購入って。まあいいんですけど、ちょっとねって思いますよね。日本は全体の 8% も出したのに、韓国は 0.5% 程度だって。それで今回供給できるワクチンの何%を買ったんだか。残りの2000万人分も無事に確保できるということで、少なくともワクチン確保の問題は解決に向かっているということです。よかったですけどほんの数日前の騒ぎは何だったのでしょう。あれ、3000万人分確保しても1500万人分は北朝鮮に譲るんでしたっけ？平等に。断られたからいいのか。そりゃそうだよね。北朝鮮は中国から供給を受けられるだろうから韓国の援助はいらないでしょうに。統一部長官も無駄な失言をしましたね。人口約5000万人の韓国ですが、残りの2000万人はどうするのでしょうか。もう抗体を持ってる。必要ない。まさか見殺しにするわけでもないでしょうに。そして最大の問題は資金不足ですね。私はこの解決方法に思い当たるところがあります。かなり安いとされているアストラゼネカのワクチンが約400円で、それでも予算オーバー。それより安いワクチンというと、そう、ロシアのスプートニク V です。なんと有効率 90% 超でファイザーに匹敵する効果です。すごいですね。これが1人分たったの2ドル。約200円。これなら韓国でも買えるどころか、5000万人分も確保できそうですね。まあ多分ロシアとは交渉してないと思うけど、財政が苦しい中、補正予算なり何かしらの費用を割り当てるなりで確保するんでしょうね。国民にばらまく金額を少し減らすだけでこの予算も確保できたのに、あのばらまきは多くの人が国への寄付に回すと期待したそうですけど、ほとんど寄付がなかったとか、まあそんなものでしょう。いずれにせよ数日の間にも追加確保確定の一報が報じられることと思います。
おそらくアストラゼネカと交渉して、なんとか予算内に収めるということかと思いますけど。ただ、それぞれ供給される時期については何も明らかになっていなくて、本当に秋まで待たされることになるかもしれません。遅くなればなるほど国民に我慢を強いることになりますけどね。このあたりはワクチンで失敗したくない韓国政府の選択ということでしょう。これ変だよね。ついこの前まであれだけ大騒ぎしておいて。ああ、あの時はワクチン確保量ゼロというのがリークしてしまったので、色々と慌てたんでしょうね。もう少し隠し通せてたらこんなにバタバタしなくて済んだのにね。まあ、そういうこともあるでしょう。それにしてもなんだかよくわからない展開ですね。結局確保できそうだから良かったんじゃないですか？そういうことになりますね。ただいつになるかはわからないようですけどね。この前の話だと秋頃って。韓国の秋は早いんですかね？ 10 月とか？1年後ってことだろうね。その前に他の国みたいに緊急使用とか言って医療従事者や教育関係者なんかが接種するんじゃないかな。それまで大変ですね。日本もだけど。この前プレミアでも話題になったんだけど、誰から接種すれば効率的かって。病院関係者とかの次に？そう。日本では高齢者優先みたいな話が出ているんだけど、高齢者ってすごく多いしワクチンによっては効果が低いとも言われてるんだよね。新しいのは高齢者にも効くんでしょ？ファイザーの方ね。90% 超だからね。もう一つは何%なんですか？アストラゼネカのワクチンは2種類あって、平均が 70% ちょっとだったらしい。なので低かった方の開発を中止して、高かった方で進めるらしいよ。そっちが 90% くらいとか。じゃあどっちも一緒になるのかな？私なんかはほぼ引きこもりだからどうでもいいけど、工場みたいな人がたくさんいるところに行く人を優先してほしいよ。あと接客業とかね。お医者さんじゃなくても。そうだね。そうなると飲食や宿泊業もってなるんだろうけど。じゃあ IT 系は最後だね。テレワークに協力した企業は後回しにするってなったら、なんだか政府に騙されたみたいな感じするね。まあ公平な制度作りっていうのは難しいよね。誰かは我慢しなければならないし、接種が遅れて感染して亡くなる方はどうしても出てくるしね。また批判されるのかな？かわいそうに。批判されるのも仕方ないって、メディアが変な取り上げ方しなきゃいいけどね。あと何ヶ月かわからないけど、もう少し頑張らないとだね。特に白雪さんは気をつけないとね。電車と会社だね。気をつけるよ。会社じゃ私の周りだけ湿度上げてるし。また何か買ったの？去年買ったの。パーソナル加湿器。ツイッター見てる？見てない。毎日ツイートしてっていう割には見てないんだね。1回は見たよ。あ、2回かな。毎日ツイートしてるんだよ。ありがとうございます。気が利かなくてすみません。毎日何をツイートしてるの？皆様こんばんはとか、週末まであと何日ですねとか、動画アップはありませんとか、いろいろ。豆だね。さすがだよ。尊敬する。お笑い東亜研究会の登録者増やすために一生懸命ツイートしてるんだよ。あ、そうだったね。感謝してるよ。本当は何をツイートすればいいのかよくわからないんだよね。でもね、私がツイート始めてからフォロワーなんと、13人も増えたんだよ。それすごいの？とにかくありがとう。動画の方は頑張りますので。ゆるりんもツイッター見てね。はい。今度スマホにツイッターアプリインストールしてあげるよ。スマホでツイッターは見ないかも。見たくないかも。とりあえずインストールをしにゆるりん家に行くね。外出自粛期間だからうちに来ないで。まだ外出自粛じゃないよ。週末行くから。へっ。